こんにちは、ゆりです。北海道に引っ越して2ヶ月が経ちました。北海道についていろいろ知っていきたいという気持ちが強いので、興味を持ったことはどんどん調べるようにしています。今回調べたのはちょこっとというフリーペーパーについてです。ちょこっとはコープ札幌が無料配布している広報誌です。自宅に届いたので読んでみたところ、とても面白かったので、気になる内容をさらに深掘りすることにしました。おうちご飯の様子や日常の暮らしの風景と一緒に、調べたことをメモしていくような動画になっています。のんびり見ていただけると嬉しいです。それではゆりのメモ、ちょこっと始まります。ちょこっとは北海道のもっと美味しい食卓を提案をコンセプトに生まれたコープ札幌が作っているフリーペーパー。北海道内で65万部も発行されているそうです。毎月旬の食材をテーマにしていて、生産地や生産者について取材した記事や、テーマとなった食材を使って作るレシピの紹介、コープ札幌で買える商品の紹介や、お得に利用するための情報など、北海道の暮らしが楽しくなるような内容がたくさん詰まっています。北海道に引っ越してすぐコープ札幌に入ったので、ちょこっとを読むのは今回が2回目です。4月号の特集は塩についてでした。塩って料理には必ずと言っていいほど登場するけれど、塩について知っていることってあまりないかもしれません。塩はほとんどが海外から輸入されているそうです。今回のちょこっとの表紙、葛飾北斎の浮世絵だというのはわかるのですが、博多の塩を使って制作されたそうです。博多の塩も博多で作られているわけではなくて、輸入した塩の結晶を日本で寒水という状態に戻してから、再び塩に作り直しているそうです。国内でも塩は作られているそうですが、自給率は 10% 程度。大量生産を実現するために、ほとんどの工程は機械化されているそうです。
そんな中、北海道の湧別町にある工場では、昔ながらの製法で塩を作っていて、ちょこっとに取材記事が掲載されていました。その工場で作られているのは、オホーツクの塩という商品。北海道で一番大きな湖であるサロマ湖から海水を汲み上げて、釜で丸3日じっくり煮詰めることで塩の結晶を作っているそうです。シンプルな作り方だからこそ手間も時間もかかってしまいますが、声援が間に合わないほど人気がある商品だそうです。余分な成分をできるだけ除いているので、口当たりが優しいのが特徴だとか。ちょこっとを読みながら塩についてさらに調べてみました。塩って賞味期限がないそうです。これは塩の経年劣化が非常に少ないためだとか。ハーブやスパイスなどをブレンドした塩は素材の賞味期限がありますが、通常の塩であれば保存状態が良ければ食べられる期間はなんと無期限だそうです。ちなみに砂糖も賞味期限はないのだそう。よく日本人は塩分を摂りすぎているとか、生活習慣病になるなんて聞いたことがありますが、塩分は不足しても体に良くないそうです。疲れやすくなったり、食欲がなくなったり、頭痛や吐き気が起こりやすくなる場合もあるそうです。現代の食生活で塩分が不足するということはほとんどないそうですが、何事もほどほどが大事なんですね。塩って調味料や食用に使われるよりも工業用に使われる方が圧倒的に多いのだそうです。工業用って全然ピンとこなかったのですが、調べてみたところ、日本で使われる 80% の塩が工業に使われているそうです。例えば石鹸の原料に混ぜて石鹸を作ったり、紙やレーヨンの原料であるパルプを作るために木材を溶かす際に使われたり、アルミ製品の素を作るために鉱石を溶かす際に使われたり、水道水の消毒に使われる薬の原料になったり、塩化ビニル製品やガラス製品を作る素になったりと、様々なものづくりに塩が使われているということを知りました。
ともと塩は古代ローマでは兵士や市民のお給料だったそう。給料を意味する英語のサラリーと塩を意味する英語のソルト、どちらも古代ローマのラテン語サールに由来しているそうです。塩がお給料だったのは長持ちで分割できて持ち運びができるため、物品貨幣としての機能を果たしていたのだそうです。歴史の中で塩は様々な形で扱われてきて、古代ギリシアでは奴隷を買うために塩が使われていたそうです。奴隷と同じ重さの塩と奴隷を交換していたのだそう。古代日本では米、布、塩を物々交換に使ってお金の役割を果たしていたそうです。古代中国では塩に重い税がかけられていたり、現代で賄賂といえばお金ですが、昔は塩が賄賂に使われていたこともあるのだとか。戦争でも消毒に塩が使われたり、軍用の馬や食用の家畜を養うためにも塩が必要だったり、戦略物資としての役割もあったそうです。南北戦争では塩の輸入を止められた南軍が塩不足と食料不足に陥り、火薬の生産も落ちたことで戦争の勝敗が決まったという見方まであるそうです。塩について調べれば調べるほどいろいろな知識や雑学が出てきて、塩の歴史だけでも膨大すぎるストーリーがあるようで、塩がいかに大切なものなのかを改めて知ることができました。ちょこっとをきっかけに塩について調べることで初めて知ることも多くて、とても面白かったです。次号はどんな食材がテーマなのか今から楽しみです。今回は調べたいことが壮大すぎて調べるのも時間かかっちゃったし、メモするのも動画にするのも苦戦しました。ナレーションも挑戦しているけれど、もともと喋るのは得意じゃなくて、イントネーションが変だなって思ったり、滑舌が悪くて何度も撮り直したりして、最後は声がかすれちゃいました。でも新しいことに挑戦するのはいつだって楽しいって思いたいから、これからも気になることはどんどん調べてメモしようと思います。次は何を調べようかな。メモする過程でイラストを描くことも楽しくて、イラストが好きなんだって再認識している今日この頃です。そんなわけで、また北海道の魅力を一つ知れたらいいなと思います。それではおやすみなさい。